ご視聴していただきありがとうございます。ライセンスサービスです。法令改正に伴い、この問題で不合格になっていますの2024年更新版、その1です。運転免許試験などに少しでもお役に立てていただければ嬉しいです。チャンネル運営者のプロフィールはこちらです。それでは始めます。問題1。高速自動車国道の本線車道における法定最高速度は、三輪車と牽引車を除き、普通乗用自動車は時速 100km、普通貨物自動車は時速 90km である。高速自動車国道の本線車道における法定最高速度は、三輪車と牽引車を除き、普通乗用自動車は時速 100km、普通貨物自動車は時速 90km である。答えは誤りです。高速自動車国道の本線車道における普通自動車の法定最高速度は、三輪車と牽引車のものを除いて、乗用車も貨物車も時速 100km です。普通自動車の法定最高速度は、乗用車と貨物車の区別はなく、時速 100km です。ただし三輪車と牽引車は時速 80km です。なお、乗用車と貨物車で最高速度の区別のある自動車の種類は、大型自動車と中型自動車です。三輪車と牽引車を除く大型乗用自動車と中型乗用自動車、いわゆるバスと特定中型貨物自動車以外の中型貨物自動車は時速 100km ですが、三輪車と牽引車を除く大型貨物自動車と特定中型貨物自動車は時速 90km です。高速道路の最高速度については別の動画で詳しく解説していますので、よろしければご参考にご視聴してくださいね。問題2。交差する道路が優先道路やその幅が広いときは徐行しなければならないが、左右の見通しが良く通行する車がなかったので、そのままの速度で通行した。交差する道路が優先道路やその幅が広いときは徐行しなければならないが、左右の見通しが良く通行する車がなかったので、そのままの速度で通行した。答えは誤りです。交差する道路が優先道路であるときや、交差する道路の道幅が明らかに広いときに、その交差点に入る場合は徐行して、交差する道路の車や路面電車の通行を妨げてはならない義務があります。また、このような交差点に入る時の徐行義務は、その交差点の見通しの良い悪いや、交差道路を通行する車のあるなしに関係なく、徐行してその交差点に入らなければならないこととして定められています。なお、その交差道路を通行する車などが接近してきたり、通行している車などがある場合には、その車などの通行を妨げてはいけないので、一時停止をしてその通行を待たなければならない場合もあります。問題3。前の車が普通自動二輪車を追い越そうとしているときに、法定速度を超えないように、その前の車を追い越した。前の車が普通自動二輪車を追い越そうとしているときに、法定速度を超えないように、その前の車を追い越した。答えは誤りです。車は前の車が自動車を追い越そうとしているときは、たとえ法定速度を超えなくても追い越しを禁止する場所でなくても、その前の車の追い越しを始めてはいけません。普通自動二輪車は自動車なので、この場合二重追い越しの禁止にあたります。二重追い越しは前の車によって視野が妨げられたり、追い越しに必要な距離が長くなるなど、より大きな危険を伴うため追い越しを禁止する場合として法令で定められています。そしてこの問題の重要なポイントである二重追い越しが禁止される場合は、前の車が自動車を追い越そうとしている時です。その前の車の車という言葉の意味には、自動車、原動機付き自転車、軽車両が含まれていますが、前の車が追い越そうとしている自動車は自動車に限定されています。したがって前の車が原動機付き自転車や軽車両を追い越そうとしているときは、二重追い越しの禁止の対象ではないので、追い越しを始めることができます。
これは原付などは小さく速度の遅い車なので、それを追い越そうとしている前の車を追い越す場合、その速度やはみ出し方に危険は少ないかもしれませんが、自動車を追い越そうとしている前の車を追い越す場合、その車がたとえ原付などでも、その追い越しには相当な速度やはみ出し方が必要なので、危険であるという法令の解釈として覚えておきましょう。問題4。車が衝突した時の衝撃力は、速度と重量に応じて大きくなり、速度が2倍になれば衝撃力も2倍に、速度が2分の1になれば衝撃力も2分の1になる。車が衝突した時の衝撃力は、速度と重量に応じて大きくなり、速度が2倍になれば衝撃力も2倍に、速度が2分の1になれば衝撃力も2分の1になる。答えは誤りです。車が衝突した時の衝撃力は速度と重量に応じて大きくなります。ただし、衝突した時の衝撃力に及ぼす速度の影響は、速度が2倍になれば2倍に、速度が2分の1になれば2分の1程度ではありません。車が衝突した時の運動エネルギーは、車の速度の2乗に比例して大きくなると言われ、速度が2倍になると4倍に、速度が3倍になると9倍になります。そのため、車が衝突した時の衝撃力も、速度に大きく影響を受けることになり、車の速度が速ければ速いほど大きくなったり、速度を落とせば落とすほど小さくなります。また、衝撃力は、車の重量が重ければ重いほど大きくなったり、硬いものに瞬間的にぶつかった時も大きくなります。問題5。左右の見通しの利かない交差点を通行するとき、信号機が青色の灯火の信号であったので、徐行しないで通行した。左右の見通しの利かない交差点を通行するとき、信号機が青色の灯火の信号であったので、徐行しないで通行した。答えは正しいです。左右の見通しの利かない交差点を通行するときは徐行すべき場所として定められています。ただし、信号機の信号などにより交通整理の行われている場合は、徐行場所から除かれているので、青色の灯火の信号などに従って通行するときは、徐行しないで通行することができます。また、優先道路を通行しているときも同様に、左右の見通しの利かない交差点でも、徐行しなければならない場所から除かれています。これは、青色の灯火の信号などに従って通行しているときや、優先道路を通行しているときは、交差道路を通行する車に、停止や徐行などをして通行を妨げてはならない義務があるからです。問題6。黄色の灯火が点滅している信号に対面する車は、停止位置で必ず一時停止し、安全を確認した後に進むことができる。黄色の灯火が点滅している信号に対面する車は、停止位置で必ず一時停止し、安全を確認した後に進むことができる。答えは誤りです。黄色の灯火が点滅している信号に対面する歩行者などや車や路面電車は、法令では一時停止や徐行の義務はなく、交差している道路などを通行している他の交通に注意して進むことができると記されています。もちろん、交通状況によっては運転者の判断で速度を落としたり、徐行や一時停止の必要な場合もあります。停止位置で一時停止し、安全を確認した後に進まなければならない信号は、赤色の灯火が点滅している信号です。問題7。横断歩道や自転車横断帯とその手前から30メートル以内の場所では、自動車や一般原動機付き自転車を追い越してはならないが、追い抜くことは禁止されていない。横断歩道や自転車横断帯とその手前から30メートル以内の場所では、自動車や一般原動機付き自転車を追い越してはならないが、追い抜くことは禁止されていない。答えは誤りです。最初に追い越しと追い抜きの意味の違いについてご説明します。
追い越しと追い抜き、どちらも走行中の前の車より速い速度で、その走行中の前の車の前方に出ることを言いますが、この場合、車が進路を変えて走行中の前の車の前方に出ることを追い越し、車が進路を変えないで走行中の前の車の前方に出ることを追い抜きと言います。つまり、進路を変えるか変えないかの違いがあります。そして車は、横断歩道や自転車横断帯とその手前から30メートル以内の場所では、自転車などの軽車両や特定小型原動機付き自転車を除いて、他の車を追い越すことが禁止されているだけではなく、追い抜きをすることも禁止されています。この場合の重要なポイントの一つは、車は自転車などの軽車両や特定小型原動機付き自転車を除く車を追い越したり追い抜いたりしてはいけないことです。つまり、車は自動車と一般原動機付き自転車を追い越したり追い抜いたりしてはいけませんが、軽車両と特定小型原動機付き自転車を追い越したり追い抜いたりすることはできます。2つ目の重要なポイントは、交通整理の行われていない横断歩道など、つまり信号機の信号や警察官などによる手信号が行われていない横断歩道などでは、追い越しも追い抜きも禁止されていますが、交通整理の行われている横断歩道などで、信号機の信号などにより歩行者などが横断できないときは、追い越しは禁止されていますが、追い抜きについては禁止されていないので、追い抜きだけはすることができます。追い越しは、信号機の信号などによる交通整理が行われていてもいなくても、追い越しの行為そのものが危険なので禁止ですが、追い抜きについては、横断歩道などを横断しようとする歩行者などの危険防止を目的としたものなので、信号機などにより歩行者などの横断ができないときは、その危険がないので、追い抜きをすることができます。問題8。車は歩行者用道路を通行することはできないが、警察署長の許可を受けた場合や、緊急自動車、郵便車、清掃車などは通行することができる。車は歩行者用道路を通行することはできないが、警察署長の許可を受けた場合や、緊急自動車、郵便車、清掃車などは通行することができる。答えは正しいです。車は歩行者用道路など、道路標識などで通行が禁止されている道路を通行してはいけません。しかし、通行が禁止されている道路を通行するやむを得ない事情がある場合、例えば、通行が禁止されている道路を通行しなければ車庫の出入りができない場合、身体障害者の送迎ができない場合、その他貨物の集配などの理由により、やむを得ない事情として警察署長の許可を受けた場合は通行することができます。また、緊急自動車、郵便車、清掃用の車などは、通行が禁止される対象の車から除かれています。なお、歩行者用道路をこのように、特に通行を認められた車で通行するときは、特に歩行者に注意して、徐行して通行しなければなりません。問題9。1本の実線の路側帯に駐停車する場合、その幅が 0.75 メートルを超えるときは路側帯の中に入り、車の左側に歩行者の通行のため、0.75 メートル以上の余地を空けておかなければならない。1本の実線の路側帯に駐停車する場合、その幅が 0.75 メートルを超えるときは路側帯の中に入り、車の左側に歩行者の通行のため、0.75 メートル以上の余地を空けておかなければならない。答えは正しいです。車は1本の実線の路側帯のある道路に駐停車する場合、その幅が 0.75 メートルを超えるときは路側帯の中に入り、路側帯の表示と平行に車の左側に歩行者の通行のため、0.75 メートル以上の余地を空けて駐車や停車をします。駐停車の方法は、歩道や路側帯のある場合とない場合では、その方法が違ってくるので分かりづらいですね。駐車や停車の方法は次の通りですので覚えておきましょう。車は歩道や路側帯のない道路では、道路の左端に沿って駐車や停車をします。そして歩道のある道路では車道の左端に沿って駐車や停車をします。この場合、
車道の端に1本の実線のある時でも車道の左端に沿って駐車や停車をします。道路の端に歩道が設けられている場合のこの実線は車道外側線であって路側帯を示す道路表示ではありません。そのため歩道までが車道なのでこのように車道の左端に沿って駐停車をします。次は路側帯のある道路での駐停車の方法です。1本の実線の路側帯のある道路ではその幅が 0.75 メートル以下の場合は路側帯の中に入らず車道の左端に沿って駐車や停車をします。またその路側帯の幅が 0.75 メートルを超える場合は路側帯の中に入り車の左側に歩行者の通行のため 0.75 メートル以上の余地を空けて駐車や停車をします。なおこの場合路側帯の中に車が全部入った時でもその左側に 0.75 メートルを超える余地がある時は路側帯の道路表示に沿って駐車や停車をします。ただし路側帯の幅が広い場合でも実線と破線の路側帯である駐停車禁止路側帯や2本の実線の路側帯である歩行者用路側帯のあるところでは路側帯の中に入って駐車や停車をしてはいけません。車道の左端に沿って駐車や停車をします。最後に高速道路の場合は歩行者の通行が禁止されているので路側帯の中に入って道路の左端に沿って駐車や停車をします。問題10。車は歩行者などのそばを通るときは歩行者との間に安全な間隔を空けて同時に徐行もしなければならない。車は歩行者などのそばを通るときは歩行者との間に安全な間隔を空けて同時に徐行もしなければならない。答えは誤りです。法令では車は歩行者のそばを通るときは歩行者との間に安全な間隔を空けて通行しなければならない。また道路が狭かったり障害物がある場合など歩行者との間に安全な間隔を空けることができないときは徐行して通行しなければならないことが定められています。つまり徐行が必要な場合は歩行者などとの間に安全な間隔を空けることができないときであって歩行者との間に安全な間隔を空けることができるときは徐行しないで通行することができます。なおこの場合の安全な間隔とは車の速度にもよりますが確率的に何メートルということではありません。歩行者が急に道路の横断を始めるような不測の行動があっても歩行者に危険が及ぼすことのないような間隔を言います。そしてこのような間隔を空けることができないときにはすぐに停止できるような速度で通行しなければなりません。ただし交通状況によっては徐行までの必要がなくてもアクセルを緩めたりブレーキの構えをするなど歩行者などが安全に通行できるように思いやりのある運転をしましょう。なお子供が一人で歩いている場合や体の不自由な人などが通行しているときは安全な間隔を空けることができる場合であってもさらに一時停止か徐行をしてこれらの人が安全に通行できるようにしなければなりません。これはこれらの人が交通の危険に気づいたり自らが危険を回避することが困難な場合があるので運転者に定められた法令です。License Service YouTube。 問題11。交差点やその付近を走行中緊急自動車の接近に気づき直ちに交差点内の左端によって一時停止した。交差点やその付近を走行中緊急自動車の接近に気づき直ちに交差点内の左端によって一時停止した。答えは誤りです。車は交差点やその付近で緊急自動車が近づいてきたときは交差点を避けて道路の左側によって一時停止しなければなりません。すでに交差点に入っている車は交差点を出て交差点に入ろうとする車はその手前で道路の左側によって一時停止します。もちろん交差点内で一時停止をしてはいけません。交差点を通行しようとする緊急自動車の進路を妨げる恐れがあるからです。そしてこの場合、一方通行の道路で緊急自動車が近づいてきたときは、車が左側に寄ると
かえって緊急自動車の通行の妨げとなるような時は、交差点を避けて道路の右側によって一時停止します。また、交差点やその付近以外の場所で緊急自動車が近づいてきた時は、道路の左側によって進路を譲らなければなりません。そしてこの場合、一方通行の道路で緊急自動車が近づいてきた時は、車が左側に寄ると、かえって緊急自動車の通行の妨げとなるような時は、道路の右側に寄ります。なお、交差点やその付近以外の場所で緊急自動車が近づいてきた時は、一時停止の義務がないことにご注意ください。問題12。自家用の普通乗用自動車の日常点検は、1日に1回、運行する前に行わなければならない。自家用の普通乗用自動車の日常点検は、1日に1回、運行する前に行わなければならない。答えは、誤りです。日常点検は、自動車の使用者や自動車を運転しようとする人が、日頃自動車を使用していく中で、自分自身の責任において行う点検で、自家用の普通乗用自動車、荷台や特殊な設備を持たないセダン型やワンボックス型などのいわゆるマイカーや、大型自動二輪車、普通自動二輪車などは、走行距離や運転時の状況などから判断した適切な時期に行うことが定められています。そのため、これらの自動車の日常点検は、1日に1回、運転する前に行う義務はありません。なお、バスやタクシーなどの事業用の自動車やレンタカー、自家用のバスやトラックなどは、多くの人や物を乗せたり、公共性の高さや社会的影響の大きさから、より確実な点検を求められるため、1日に1回、運転する前の日常点検の実施が定められています。問題13。駐車場、車庫などの自動車用の出入り口から3メートル以内の場所は、停車することはできるが、駐車することはできない。駐車場、車庫などの自動車用の出入り口から3メートル以内の場所は、停車することはできるが、駐車することはできない。答えは、正しいです。駐車場、車庫などの自動車用の出入り口から3メートル以内の場所は、駐車禁止の場所なので、停車することはできますが、駐車することはできません。このことは、たとえ自宅駐車場の出入り口から3メートル以内の場所でも同じです。ただし、駐車禁止の場所であっても、引っ越しや冠婚葬祭などの行事に使用する車で、駐車することがやむを得ないと、警察署長が認めたときは、駐車することができます。そして、その他の駐車禁止の場所は次の通りですので、一緒に覚えておきましょう。駐車禁止の標識や表示のある場所。火災報知器から1メートル以内の場所。道路工事の区域の端から5メートル以内の場所。消防用機械器具の置き場、消防用防火水槽、これらの道路に接する出入り口から5メートル以内の場所。消火栓、指定消防水位の標識が設けられている位置や、消防用防火水槽の取り入れ口から5メートル以内の場所です。なお、駐停車禁止場所や駐車禁止場所はこちらの動画でも解説していますので、よろしければご参考にしてくださいね。リンク先は概要欄に貼ってあります。問題14。停留所に路面電車が停車していたが、その停留所の安全地帯に乗客がいなかったので、そのままの速度で通過した。停留所に路面電車が停車していたが、その停留所の安全地帯に乗客がいなかったので、そのままの速度で通過した。答えは、誤りです。車は停留所で止まっている路面電車に追いついたときは、原則として乗り降りする人や道路を横断する人がいなくなるまで、路面電車の後方で停止して待たなければならないことが定められています。しかし、安全地帯のある停留所に止まっている路面電車に追いついたときは、路面電車に乗り降りする人がいてもいなくても徐行して進むことができます。これは安全地帯があるので乗降客の安全が守られているためですが、急いで路面電車に乗車しようとして道路を渡り始めたり、
路面電車から降りた歩行者が道路を渡り始めるかもしれないので、そのままの速度で通過しようとすると危険です。そのため、歩行者の安全を守るために徐行して進むことが定められています。なお、路面電車の止まっていない安全地帯のそばを通るときと間違わないようにしましょう。路面電車が止まっていない安全地帯のそばを通るときは、歩行者がいるときは徐行しなければなりませんが、歩行者がいないときは徐行する必要はありません。問題15。高速自動車国道の本線車道における法定最高速度は、三輪の自動車と牽引自動車を除き、大型乗用自動車、中型乗用自動車、準中型自動車、普通自動車はすべて同じである。高速自動車国道の本線車道における法定最高速度は、三輪の自動車と牽引自動車を除き、大型乗用自動車、中型乗用自動車、準中型自動車、普通自動車はすべて同じである。答えは正しいです。高速自動車国道の本線車道での大型乗用自動車、中型乗用自動車、準中型自動車、普通自動車の法定最高速度は、三輪の自動車と牽引自動車を除いてすべて同じ時速 100km です。その他、最高速度が時速 100km の自動車の種類は、特定中型貨物自動車以外の中型貨物自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車です。その他の自動車の種類の法定最高速度は、三輪の自動車、大型特殊自動車、牽引自動車は時速 80km、そして三輪の自動車と牽引自動車を除く大型貨物自動車と特定中型貨物自動車は時速 90km です。大型貨物自動車と特定中型貨物自動車の最高速度は2024年4月から変わっていますのでご注意ください。なお、本線車道が道路の構造上、往復の方向別に分離されていない区間の法定最高速度や自動車専用道路の法定最高速度は一般道路と同じで時速 60km です。問題16。普通自動車の運転中、運転者が危険を感じてブレーキをかけたとき、ブレーキが効き始めてから車が停止するまでの間に走る距離を停止距離という。普通自動車の運転中、運転者が危険を感じてブレーキをかけたとき、ブレーキが効き始めてから車が停止するまでの間に走る距離を停止距離という。答えは誤りです。運転者が危険を感じてブレーキを踏んだとき、ブレーキが効き始めてから停止するまでの間に車が走る距離は制動距離と言います。そして停止距離とは、運転者が危険を感じてからブレーキをかけ、ブレーキが実際に効き始めるまでの間に車が走る空走距離と、ブレーキが効き始めてから停止するまでの間に車が走る制動距離を合わせた距離で、運転者が危険を感じてから完全に停止するまでの間に車が走る距離を言います。また、停止距離がさらに長くなる場合として、運転者が疲れている時などは、危険に気づいたり、その判断をするための時間が長くかかるので、空走距離が長くなり、雨に濡れた道路を走る場合や重い荷物を積んでいるときは、制動距離が長くなります。その結果、停止距離も長くなることも覚えておきましょう。問題17。この標識は、車両通行帯のある道路の交差点で、進行する方向別の通行区分を示しているので、この標識が表示する車両通行帯は右折ができない。この標識は、車両通行帯のある道路の交差点で、進行する方向別の通行区分を示しているので、この標識が表示する車両通行帯は右折ができない。答えは、誤りです。こちらのイラストの標識は、車が矢印の方向以外へ進むことができない交差点であることを示す指定法郊外進行禁止の標識です。そして問題文にある車両通行帯のある道路の交差点で進行する方向別の通行区分を示している標識はこちらの進行方向別通行区分の標識で、自動車や一般原動機付き自転車は
車両通行帯のある道路で、この標識などによって進行する通行区分が定められているときは、その区分に従って通行することを示している標識なので、標識の示す意味が違うので間違いです。その違いは、右折禁止を示す指定方向外進行禁止の標識のある交差点では、車は直進と左折はできますが、右折ができないことを示しています。それに対して、進行方向別通行区分の標識は、原則として自動車や一般原動機付き自転車は、車両通行帯のある道路の交差点で、車両通行帯ごとに進むことができる方向別の車両通行帯を示しています。例えば、この標識が表示されている車両通行帯は、直進と左折ができることを示し、右折をすることができませんが、この交差点が右折ができないことを示しているものではありません。他の通行帯では右折ができます。このように、指定方向外進行禁止の標識のある交差点では、特定の方向への通行ができないことに対して、進行方向別通行区分の標識は、車両通行帯ごとに、交差点を進む方向別の通行区分を示している違いがあります。問題18。自転車横断帯に接近したとき、その自転車横断帯を自転車が横断しようとしていたので、いつでも停止できる速度で自転車の直前を通過した。自転車横断帯に接近したとき、その自転車横断帯を自転車が横断しようとしていたので、いつでも停止できる速度で自転車の直前を通過した。答えは誤りです。車は自転車横断帯に接近したとき、その自転車横断帯を自転車が横断しようとしているときや横断しているときは、自転車横断帯の手前で一時停止して、自転車に道を譲らなければなりません。これは横断歩道に接近したときに、その横断歩道を歩行者が横断しようとしているときや横断しているときに、一時停止して歩行者に道を譲らなければならない場合と同じです。そして、横断する自転車や歩行者がいるかいないか明らかでないときは、自転車横断帯や横断歩道の手前で停止できるように、速度を落として進まなければなりません。また、横断する自転車や歩行者がいないことが明らかなときは、そのまま進むことができます。車は、横断歩道や自転車横断帯に近づいたときは、その横断歩道などの付近の歩行者や自転車の通行している状態に応じて、3つの運転の仕方があることを覚えておきましょう。問題19。車が荷物の積み下ろしのために停止する場合は、停止する時間に関係なく、すべて駐車になる。車が荷物の積み下ろしのために停止する場合は、停止する時間に関係なく、すべて駐車になる。答えは誤りです。車が荷物を積み下ろしするために停止する場合は、その停止する時間によって駐車になる場合と停車になる場合があります。積み下ろしのために5分を超える停止は駐車になり、5分以内の停止は停車になります。例えば、荷物を積み下ろしするために5分間停止した場合、形式的ですが法令上の解釈は5分以内なので停車になります。その他、駐車は車が継続的に停止したり、運転者が車から離れていて、すぐに運転できないような停止で、例えば、客待ちや荷待ちによる停止、故障などによる停止です。そして、停車は、駐車にならない車の停止で、人の乗り降りのための停止や運転者がすぐに運転できるような短時間の停止などがあります。問題20。大型二輪免許を受けていれば、大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動車、一般原動機付き自転車を運転することができる。大型二輪免許を受けていれば、大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動車、一般原動機付き自転車を運転することができる。答えは正しいです。大型二輪免許を受けていれば、大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動車、一般原動機付き自転車を運転することができます。自動車などを運転しようとするときは、その自動車などの種類に応じた
第一種運転免許を受けなければなりませんが、運転免許には上位免許と下位免許といわれる取り決めがあって、上位免許を受けた人はその下位免許で運転することができる自動車なども運転することができます。そのため大型二輪免許の下位免許は普通二輪免許、小型特殊免許、原付免許なので、大型二輪免許を受けると大型自動二輪車のほか、普通自動二輪車、小型特殊自動車、一般原動機付き自転車も運転することができます。また普通二輪免許の下位免許は小型特殊免許と原付免許なので、普通二輪免許を受けると普通自動二輪車のほか、小型特殊自動車と一般原動機付き自転車も運転することができます。同様に大型免許などの上位免許と下位免許の関係は、上位免許から下位免許へ順に大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、小型特殊免許と原付免許になりますので、それぞれ受けた免許で運転できる自動車のほか、下位免許で運転することができる自動車なども運転することができます。例えば大型免許を受けると大型自動車のほか、中型自動車、準中型自動車、普通自動車、小型特殊自動車と一般原動機付き自転車を運転することができます。準中型免許では準中型自動車、普通自動車、小型特殊自動車と一般原動機付き自転車、そして普通免許では普通自動車、小型特殊自動車と一般原動機付き自転車を運転することができます。そして間違いやすいのが大型特殊免許の下位免許は小型特殊免許と原付免許だけですので、大型特殊免許では普通自動車や大型自動二輪車、普通自動二輪車を運転することができないことにご注意ください。大型特殊免許で運転できる自動車などは大型特殊自動車、小型特殊自動車、一般原動機付き自転車だけです。なお小型特殊免許と原付免許には上位免許や下位免許の関係はありませんので、小型特殊免許を受けると小型特殊自動車を、原付免許を受けると一般原動機付き自転車だけをそれぞれ運転することができます。問題21。車は路面電車を追い越そうとするときはその左側を通行しなければならない。車は路面電車を追い越そうとするときはその左側を通行しなければならない。答えは正しいです。車が路面電車を追い越そうとするときは原則としてその左側を通行しなければなりません。この問題文にはレールの設けられている位置など一定の条件の正し書きが付け加えられていないので、路面電車を追い越す場合の法令の原則としての回答を求められている問題です。なお路面電車のレールの位置が道路の左端によって設けられているときはその右側を通行することができるので、問題文が法令の例外も含めて問われているのか、法令の原則を問われているのかを読み間違えないように回答しましょう。問題22。踏切とその前後30メートル以内の場所では自動車や一般原動機付き自転車を追い越すことが禁止されている。踏切とその前後30メートル以内の場所では自動車や一般原動機付き自転車を追い越すことが禁止されている。答えは誤りです。踏切付近で追い越しを禁止する場所は踏切とその手前から30メートル以内の場所です。踏切付近での追い越しの危険は踏切やその手前の場所に危険があるので、踏切の前後ではなくその手前が追い越しを禁止する場所になります。このように追い越しを禁止する場所や駐停車禁止の場所の範囲をその手前からやその前後などに入れ替わっているような問題文も少なくないので、文章をよく読んでうっかり間違えないようにしましょう。問題23。この標識は一方通行の道路の出口などに設けられ、車はこの標識のある方向からは進むことができないことを示している。この標識は一方通行の道路の出口などに設けられ、車はこの標識のある方向からは進むことができないことを示している。答えは誤りです。
一方通行の出口などに設けられ、設置されている標識のある方向からは、車が進むことができないことを示しているものは、こちらの車両進入禁止の標識です。この標識は、一方通行の出口を示しているので、標識のある方向から進入することはできませんが、反対方向からは通行できます。そしてこちらの標識は、車両通行止めです。この標識のある道路では、自動車、原動機付き自転車、軽車両が通行できないことを示しています。また、車両進入禁止の標識との違いは、標識のある方向から通行できないだけでなく、反対方向からの通行もできないことです。この標識は、この先の道路が歩行者専用道路などに指定されている場合など、車の通行ができない場所にあります。問題24。最高速度の標識などがない高速自動車国道では、総排気量 660cc 以下の普通自動車の最高速度は時速 80km である。最高速度の標識などがない高速自動車国道では、総排気量 660cc 以下の普通自動車の最高速度は時速 80km である。答えは誤りです。高速自動車国道における本線車道での最高速度には規制速度と法定速度があります。そして標識や表示で最高速度の規制が行われている場合の速度を規制速度といい、この規制速度を超えて運転してはいけません。また、標識や表示で最高速度の規制が行われていない場合の速度を法定速度といい、この法定速度を超えて運転してはいけません。問題文での標識や表示で最高速度の規制が行われていない高速自動車国道の本線車道における総排気量 660cc 以下の普通自動車の最高速度、つまり法定最高速度は時速 100km です。ただし、三輪の自動車と牽引自動車は時速 80km です。過去の法令改正で、総排気量 660cc 以下の普通自動車と大型自動二輪車や普通自動二輪車も最高速度が時速 80km から時速 100km に引き上げられました。その影響からまだこのような問題も残っているかもしれません。現在、普通自動車は総排気量や乗用自動車、貨物自動車に関係なく、三輪の自動車と牽引自動車以外はすべて時速 100km です。問題25。優先道路を通行している場合でも、交通整理の行われていない左右の見通しが利かない交差点を通行するときは、徐行しなければならない。優先道路を通行している場合でも、交通整理の行われていない左右の見通しが利かない交差点を通行するときは、徐行しなければならない。答えは誤りです。交通整理の行われていない左右の見通しの利かない交差点を通行するときでも、優先道路を通行している場合は徐行しないで交差点を通行することができます。見通しの悪い交差点は交差道路から進入してくる交通の危険があるため、徐行場所として定められていますが、優先道路を通行している場合は交差道路を通行している車に徐行などをして優先車の通行を妨げてはならない義務があるので、お互いに交通法規に従った運転を信頼して徐行しないで通行することができます。ただし注意して通行しなければならないことは言うまでもありません。なお、優先道路とは優先道路の標識のある道路や交差点の中まで中央線や車両通行帯のある道路を言います。そのため優先道路の標識や交差点の中まで中央線や車両通行帯がなく、単に道幅が広いだけでは優先道路ではないので、たとえ道幅が広い道路を通行している場合であっても、見通しが利かない交差点を通行している場合は徐行しなければならないことになります。また、信号機の信号や警察官などの手信号により交通整理が行われている場合は、その信号に従って通行しなければならないので、見通しの利かない交差点でも徐行場所から除かれています。この動画はこれで終わりです。最後までご視聴いただきありがとうございました。
この問題で不合格になっていますの2024年更新版、その2は現在作成中です。ご視聴いただける機会がございましたら嬉しいです。学科試験や技能試験など、わからないことやご相談などございましたらコメントをくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。